皆様こんにちは。今回はちょっと語らせてください。今回は渋谷で開催されているブルーロック展エゴイストエキシビジョンに参加してきました。ブルーロック展は渋谷でフィナーレ、すごく楽しみにしてたんですが、正直それ以上でした。展示を見ていくうちにどんどんブルーロックの世界に引き込まれていって、気づいたら最初の頃のシーンから最近のところまで全部思い出していて、メインキャラだけじゃなくてこれまであまりフォーカスされてこなかったキャラクターもいて、やっぱり私ブルーロック全体が好きなんだなって思いました。めっちゃ熱かったです。今回はその中でも特に印象に残った5つを紹介しながら、皆様とも思い出を共有できたら嬉しいです。行った方はどこが一番良かったか、行けなかった方は気になったところを気軽にコメントで教えてもらえたら嬉しいです。まず最初に、ここまで再現するって思ったのがあって、りんくんとかなぎくんの部屋がそのまま再現されてるんですよ。あと、チーム Z のロッカーもあって、こういうのって原作だと一瞬なんですけど、実際に目の前にあるとキャラの性格がすごく伝わってきて、あ、この世界に入ってるなって感じがして、個人的にこういう展示すごく好きでした。あと、ちぎりくんのロッカー、いい匂いしました。まだ序盤なのにもう楽しいです。展示を見ていく中でちょっと嬉しかったことがありました。主要なキャラだけじゃなくて、これまであまりフォーカスされてこなかったキャラもちゃんと展示されてたんですよね。例えばこちら、グッズ売り場の壁面に展示されていたんですけど、普段お目にかかれないブルーロックイレブンの控え選手まで勢揃いです。石狩くんや柊くんのように本編にはあまり登場せず、主にエピソードなぎで描かれたキャラとか、普段あまりコラボに選ばれないキャラもいて、なんかこうブルーロックの全部が好きだなって思いました。推しがいる人ももちろん楽しいと思うんですけど、そうじゃなくてもちゃんと楽しめる展示になっていました。ちなみに皆さん誰推しですか？行った方はこのキャラ良かったでもいいし、行けなかった方も気になるキャラがいれば教えてください。ちょっとびっくりしたんですけど、等身大のアクスタがあって、これがめちゃくちゃ迫力あるんですよ。なんですけど、ここ写真 NG なんですよね。なんでここって思ったんですけど、実際に見るとこれは生で見てほしいやつだなって思いました。本当にこんな大きいアクスタ見たことなくて、目の前に立つと距離感バグります。こういう写真 NG の展示ってどう思いますか？現地でしか見れない方がいいのか、それとも少しは撮らせてほしいのか。あと、これちょっと迷ったんですけど、別料金で音声ガイドがあって、なぎくんとレオくんのやつを聞きました。これ正直聞いてよかったです。内容はネタバレになるのであまり言えないんですけど、本編ではもう見れなくなった2人の楽しそうなやりとりというか、すごく自然な会話が聞けて、なんかこう楽しそうで、それがかなり刺さりました。他にもいさぎくんとりんくんのペア、バチラくんとちぎりくんのペアのガイドもありました。音声ガイド聞いた方いますか？聞いた方いたらいかがでしたか？最後なんですけど、ここが一番印象に残りました。入り口入ってすぐにいさぎくんの巨大立像がありました。これがもう本当にすごくて、最初遠くから見ても大きいんですけど、近づいていくとどんどん迫力が増してきて、顔の表情とか細かいところまでしっかり作られてて、ちょっと鳥肌立ちました。気づいたらめちゃくちゃ写真撮ってました。引きも撮ったし顔も撮ったし、多分一番長くいた場所です。最初にここで一気に引き込まれて、
最後までずっと楽しかったです。で、この巨大立像は、なぎくん、りんくんのものもあって、お顔のドアップも撮ってきたので、ぜひこの迫力をゆっくりご覧ください。久しぶりのブルーロック展だったんですけど、本当に最初から最後まで楽しくて、改めてブルーロックっていいなって思いました。行った方はどの展示が一番印象に残ってますか？行けなかった方もここ気になったなっていうところがあれば、ぜひ教えてください。皆さんの思い出も聞けたら嬉しいです。実写映画も楽しみですね。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。